オースティン最終日となっております。マイアミはね、毎日1025とか立ってて、ショートトリップで様子を見に行って、よかったら延泊する。到着しました、セミノールハードロック。なんか懐かしいしテンション上がるね。行きましょう。結構勝ちました。めっちゃ勝ってそう。お疲れ様です。というわけでマイアミ2日目ということになっておりますが、本日はですね、カジノに1人で来ました。今ウェイティングリスト510と1025に名前入れたんですけど、ちょっと待ちそうだったので、近くにあるカフェに来て、軽くご飯を食べてからポーカーしに行こうかなというふうに思っております。ソータはどこ行ったんだっていう話なんですけど、ちょっとね体調が芳しくないということで部屋で寝ております。やっぱアメリカってヨーロッパと違ってポーカーする時間が結構不規則になるんですよね。睡眠サイクルとかがぐちゃぐちゃになりがちなんですよ。ご飯もあんまりヘルシーじゃないしね。疲れたなって思ったらたくさん寝た方がいいですね。とにかくね、ゆっくり一日、部屋でゴロゴロするみたいな大事になってくると僕は思います。というわけでご飯が楽しみです。ハンバーガーが来ました。ダイエット中なんでチキンハンバーガーにしました。チキンならいいのかって話だけど、いただきます。うまい。本当はね、前回来た時にフレンチオニオンスープがマジでめちゃくちゃうまくて、聞いたらね売り切れだって言われて、ソーダにもねフレンチオニオンスープ食べさせたいですね。多分元気になると思うんで、フレンチオニオンスープ食べたら。というわけで510、1025無理のない程度に僕も頑張っていきたいと思います。いけ。Sorry guys, give me a minute.おはようございます。おはようございます。昨日は一人でカジノ行ってたわけですけども、どうだったんですか？ちょっと勝ち。How much？プラス1500。マイナス1600ドル。うわ、逆だった。逆でしたね。途中4000ドルくらい勝ってたんだけど、降りたんだよね、セット。100人いたら100人コールしそうなセットを俺はヒーローフォールドしたの。まあ実際それがいいフォールドだったかどうかは確認できなかったんだけど、まあ俺はいいフォールドだったと思う。そうなんだ。俺はやっぱ横澤がハイレートで時給3万とか4万とかを出し続けられてる理由は、俺はこういうのが降りれるからだと思うんだよね。結局難しいけどね、かなり際どい。そのハンドってポカちゃんで見れますか？はい、ポカちゃんでこのハンドはがっつり1ハンドなるほど。解説する動画をちょっと撮ろうと思ってます、このハンド。楽しみ。というわけで本日3日目なんですけども、はい。なんかね、マイアミのカジノゲームはね思ったよりいい。25、50とか座るとテーブル8人中俺含めて6人とかプロなの大体。でもそのプロのレベルがベガスと比べるとだいぶ低くて、結構荒があるから割と稼げるかなって感じはするし、まあその2人ぐらいやっぱ大体アマチュアの人もいるし、毎日10時間とかそのレートが打てるっていうのはかなりいいから、なめてちょっとナイス。食べてました。そうたくんは今日は行くんですか？僕も行くんですけど、はい、ちょっと今体調が9割ぐらい回復してて。おお、よかった。でも9割回復した。結構回復しました。よかったよ。なんで残りの1割ちょっと万全に明日からさせてから。じゃあ無理せず、はい。私は先に向かっておりますので、また頑張って後ほど会いましょう。はい。グッドラック。グッドラック。Once or twice? Twice. Oh, you good. I got this one. DK.
One table, please. マイアミの滞在伸ばそうかなと考えておりますが、まあでもフィラデルフィアもめっちゃ良さそうなんだよな。ちょっと悩むなマジで、少なくとも毎週火曜日はフィラデルフィアが絶対一番美味しい。なんで毎週火曜火曜はそういうイベントみたいなやつで1020が5択とか立つらしい。何それ25、50とか50択も1択2択立つらしい。なんで給料日分かんない。やば、タコ勝ちしました。動画で伝わりづらいかもしれないですけど、これ全部1000ドルと500ドルチップです。いくら買ったんだ？ 7200 ドルバーインが 24,339 ドルになりました。やばすぎ。250万勝ちました250万勝つ男、横澤です。ありがとうございます。でも今日は正直ラッキーでしたね。ついてる日はめっちゃ勝つし、ついてない日はまあ勝てないんで、めっちゃついてる日を待ち続けるマイアミ最高。おはようございます。というわけでマイアミ4日目ということで、本日もキャッシュゲームやっていこうと思います。ただいまの時刻は昼の12時過ぎなんですけど、もう結構テーブル立ち始めてて、いやちょっとねハードですね、アメリカやっぱり。ヨーロッパと違ってポーカーできるテーブルの数とか時間がめっちゃ長いんで、もう本当にね、朝起きてカジノ行ってポーカーして、夜部屋戻ってきてもう風呂入って寝る、終わりなんですよ。マジで一日が何もしてないんですよ。本当に起きてポーカールーム来て家に帰る以外のことで、それぐらいねゲームがいいんすよね。まあ、感覚としてはお金落ちてんのに拾わないみたいな感じに近いかもしれないですね。目の前に一万円札いっぱい落ちてんのに、のんびり家でなんかゴロゴロしたりとかご飯食べたりとかできないじゃないですか。第2章のテーマはやっぱね、ポーカープレイヤーとしてストイックに稼ぐってことだったんで、お金を稼ぐことに専念させていただきます。稼げるだけ稼ぎまくってやります。というわけで今日も行ってみましょう。レッツギャン。というわけで、撤退します逃げろ。ちょっと目のクマとかすごいんですよ。ほら、毎日打ち続けんのはやっぱ集中力も落ちちゃうし、職業病ですよね、完全に。そうかも。というわけでハイステークステーブルになりました。10、25、50、100キャッシュゲームに座ってます。かれこれ4時間ぐらいやってるんですけど、ベリーフレンドリーテーブル。はーい。Hi, Mike. Good game. So, cheers, guys. Cheers. Thanks for the money. Enjoy my money. Yes, thank you. 頑張ります。勝つぞ。
Orange. Orange.この動画をもってして、第2章に突入したいなというふうに思ってるわけです。プロとしての矜持を見せるみたいなことは絶対にやります。プロギャンブルだからだらけ出ちゃいけないよね。ストイックに第2章の横澤は一味違うということ。確かに。はい、収支プラスジャスト27,700ユーロ。横澤は最高111万になりましたから、もっといいとこあるだろうと思ってね。世界は広い。負けたら引退って言ってもいいぐらい自信あります。さすがにマジで勝ちに行く。マジで勝ちに行く。はい、ついには晩ご飯パーティーが始まりました。美味しそう。俺のどれだ？これか。あー、マイガー。あー、another fish here. Thank you, Tommy. はい、ご飯タイムなんでみんなポーカーやめちゃいました。もはやとりあえず食べるかっつっていただきます。うまっ、めちゃくちゃうまい。あと俺顔真っ赤すぎ。ちょっとダイエット中なんですけど、こんな美味しいもの目の前で食ってた。あー、いいの？なんだこれ。うまそうだこれ。うん。わおJapanese pasta. お。いや、Really good. みんなテーブルでご飯食べてます。リーダー暇になっちゃったんでみんなでチップあげて休んでもらってます。はい、20ドルぐらい払って。しかもですね、皆さんお気づきかと思いますが、これ横澤の今のスタックなんですけど、見てください。爆勝ちです。7500ドルバーインなんですけど、44,500ドル持ってるので37,000ドル買ってます。それは気持ちいいよな。天国ですね、マイアミは。昨日に引き続き勝ちすぎててちょっと怖いですね。お疲れ様です。なんと本日はい。2,000-3,000ぐらい550万勝ち？バグが起きてます。本来だったらこんな高いレート打てないんだけど、ゲームめっちゃ良くてリスク高いけどっつって言ったら取れる。というわけで、撤退します逃げろ。ここまでだいぶ無茶をしてたんですけど打ち止めということで、だってもうこれテスラ1台分ぐらいありますよ。なんでテスラで換算するなんでテスラ換算お疲れ様でした。勝ちすぎっす。ちなみに昨日勝ったじゃないですか、僕めちゃくちゃ、勝ち分がでかすぎてキャッシュアウトできなかったんですよ。バッグ入んなくて、ちっちゃいバッグをなるほど。今日で大きいバッグ。本当だ。今日は派手に用のそれで持って帰れるから昨日の勝ち分回っていくらになっちゃうんだ。You said 58,989, right? Yeah. Okay. 見て銀行強盗みたいになりましたよ。高強盗だ。これやばいな。やばい。爆勝ちということで爆勝ちだ。気を緩めずに明日からも頑張っていきましょう。ちなみにマイアミはもう延泊することを決定しました。今日おお。もっともっと稼ぎましょう。ナイスウィン。ナイスウィン。おはようございます。今日もポーカーしていこうと思うんですけれども、マイアミめちゃくちゃゲームもいいし、引き続きね勝ち額を重ねていきたいなと思ってるんですけども、今日も2550のテーブル打っていこうと思います。レッツギャン。Thank you.
think they were. Once or twice. Once or twice. I have two pair. I have two pair.お疲れ様です。というわけで今日はかなり短めにプレイしました。5時間だけプレイしました。理由としては最近ちょっとポーカーしすぎてるのでちょっと休憩が必要だなということで、ちょっと目のクマとかすごいんですよ。ほら見てください。これ伝わるかな、映像で。ちょっとね寝不足がさすがにえぐいんで、まあちょっと早めに切り上げて早起きして明日の朝のジム行ってからポーカーするみたいな感じでちょっと余裕のある生活をしようかなと思っております。結果はですねプラス8523ドルということでタコ勝ちしました今日ももうなんか、120、30万なんですけどもはや驚かないというかなんか毎日それぐらい勝ってる気がしてて、今日もね疲れてたんですけどプレーは良かったし本当に普段通りプレイできてるなと思うんでこの調子で頑張っていこうと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。久しぶりに外に出ました久しぶりに外に出た。家とポーカールームを行ったり来たりしてたんですけども、わびさびジャパニーズコリアンバーベキューにしよう来ました。どっちやねん。確かにジャパニーズなのかコリアンなのか。マイアミの悩みがあって、ポーカーが良すぎるんよマジで。毎日24時間常にいいゲームがあるから寝れないんだよね。カジノに行かなきゃっていうそのなんかストレスがすごくて、これはこれでダメだって思った良すぎるのも良くない。良すぎるのも良くない。寝てても、起きたらすぐブラボーチェックしてテーブル立ってるか見ちゃうし、うわ立ってんなって思ったらそれでやっぱりちょっと心が折れるみたいな。職業病ですよね完全に。そうかも。今日はもう捨てました。期待値を放り投げて、もう気にしない気にしない気にしないって思ってご飯来ました。毎日打ち続けるのはやっぱ集中力も落ちちゃうし、寝ないとね睡眠不足も良かったし、たくさん寝ました今日は。ちなみにここまでのマイアミの収支、プレイ時間が42時間、収支プラス6万1875ドル。もう勝ちすぎ900万ぐらい買ってる。隕石落ちてくるかもしれないなこれ。時給なんと1470万。時給20万超えです。やばすぎ。1時間あたりプラス 19.37 ビットぐらい、ロッチでも結構買ったんでここまでの、価値額は1100万円です大体。おおすごい。1000万円いった100万円チャレンジとか言ってたけど1000万円チャレンジになっちゃいました桁が全然。1000万円チャレンジまで88時間でした。これは夢ありますね。まあさすがに夢ですこれは。でもとりあえず横澤が強いのは間違いないです。この時買ってるんで世界トップクラスに勝ってます今絶対。そうですね。まあもうちょっと稼ぎたいですね。目標は今回の旅の目標はもう達成してるからぶっちゃけ。そうですよね。第2章始まってからなんと10万2650ドル今買ってて、すげえ。トナメがマイナス2200だからトータルが10万450ドルでちょうど綺麗に10万ドル買ってね今。10万ドルぐらい稼ぎたいなと思ってたから結構早く達成しちゃったから、はい。ここからは、2つ目標があって、1つはやっぱハイステークスのキャッシュゲーム座れるためのお金は残しときゃいけない、いかなきゃいけないなっていうのはすごい思ってんのよ。特に配信宅座ったじゃない、今ハスラーで。あの時のレートが2550とかだったんでね、とか50100とか、今2550は座れる、50100は座れないぐらいなんだよね今。で50100ぐらいまではやっぱ座れるようにならなきゃいけないなっていう感覚があるので、もう10万ドル貸したい。100、200を打てるようにやっぱなりたくて、100、200を打つためにやっぱ60万ドルぐらい必要なんだ。家何個立つんだろうな。でもう一個の目標は小沢チャンネルはやっぱトーナメントには出たいなと思ってるんですよ。キャッシュゲームで10万ドルかどうか20万ドルかどうか、それってお金は確かに増えてるんだけど、なんかポーカープレイヤーとして成功してるかって言ったら俺はやっぱそうじゃないと思ってて、お金のためにやってるわけじゃないから、やっぱりトナメで活躍しなきゃいけないし、やっぱトナメに対してリベンジしなきゃって気持ちあるし、トータルマイナスだし、トナメ打つ資金も欲しい、だから今言ったそのキャッシュゲーム打つ資金を潤沢に残しとくっていうのはもう絶対やる。それは今までとちょっと違うかな。まだ今回の滞在もなんだかんだと多分3週間ぐらいあるから全然まだまだあるから、もう10万ドルちょっと今回の旅で勝つのは現実的じゃないけど、一応目指しはします、無理ではないからね。そうですね、可能性はある。今回行きましょう。頑張るぞ。プロギャンブラーの週末に密着する動画を撮っていこうかなと。
乾杯。乾杯。飲みます。マジでうまい。これ合わせたの1000万ぐらい、1000万円上で超えてる。1万1000ドルぐらいかかりましたね。収支プラス